イキランドテジョンです。今回はね、いつも通りね、対戦の動画をやっていこうかなと思うんですが、ちょっとね、順番とかね、対戦の順番とか前後して、急遽ね、こちらの対戦動画の前に、今ね、ちょっと目ざとい人をね、知ってる方もいるかもしれませんが、タイトルとかも書いた通り、ちょっとね、ナビの方がね、問題が起きてしまったということで気になる方もね、多いかと思いますので、そちらの方の説明をしてから対戦をね、やっていきたいかなと思います。簡単に言うと、外国人、ピーカストロ、去年のね、世界大会優勝メンバーの一人が、バンをされてしまいましたと。で、公式から発表されたのが、こちらの、今出てる画像になるんですけども、ナビの一人がちょっと、規約違反で、バンされましたと。で、それによって、ナビの今月5月ですね、5月シーズンの予選は、もうここの時点で、敗退、剥奪、失格になってしまいますよと。なので今、ラダーとかもやってるクラン多いと思うんですが、その辺終わって、イカスが出てた大会は全て敗退になるという形で、4月にね、世界大会決勝まで上がったじゃないですか。世界大会予選だね。決勝まで行って負けたという形で、準優勝のチームにはね、シルバーチケットというのがね、今年はもらえて、最後にシルバーチケットを獲得したクラン同士が集まって、ラストチャンス予選というのもあるんですけど、その権利っていうのも、その時3位だったチーム、バタングの方に権利が移されたということで、2位のナビの方はその権利も失ったという形で、なので4月5月の予選を出場することができず、ラスト6月7月とラストチャンスクワリファイア、ラスト、最終予選っていうところの、残り3回、マックス3回までの中でしか、世界大会出場を決定することができないという形になりました。学の方にもね、軽く説明とか聞いて、こういう風に動画とかでも言っていいですよみたいなのは一応聞いてはいるんだけど、僕は当事者じゃないのであんまり深いことは言わないんですが、大雑把に言うとね、アカウント共有によるバンになります。先月なんかね、僕は知らなかったんですけど、VAE スポーツが急にバンされて繰り上がりで確かバタングが出たんだったかなっていうことがあったと思うんですけど、その VAE の選手もね、同じような感じでバンされてたらしいです。で、ピーカス本人もね、声明みたいなのを出してまして、こんな感じで言ってるんですけどね、興味ある方は読んでみてください。どうなんだろう。やめるかも、どうなんだろうな、この書き方。よくわかんないや。とりあえずね、下されたのが、ピーカスの1年間の e スポーツのクラクラ関係の、バンということで1年間出場禁止ですね。ピーカス自身の。なので今シーズンの世界大会はピーカス終わりと。で、当然ナビの方もね、ピーカスを入れてメンバー戦えませんので、4人になってしまってっていう形で、また5人目探しを今からしなきゃいけないという形ですね。普段対戦に出てくれてるジーマは、ちょっとね、国籍の方がウクライナなので、ウクライナ問題で今、e スポーツもね、参加できないんですよね、公式大会に。なので、なかなかちょっと、定まらないなーって感じにはなってしまってるっていう形です。急遽ね、大打撃が入ってしまったという形になります。ちょっとね、アタックとか見つつやっていきましょう。はい、というわけでね、やっていきましょう。対戦相手はね、MO シフターズということでね、対戦相手もわからないまま始まってましたが、ちょっとバンされてしまったピーカスのアタックからスタートしていきます。ルートライダーラッシュ。ちょっと衝撃でしたね。びっくり。なんか、噂で、バンされた次の日ぐらいかな。公式発表の前に僕は気づくことができたので、その辺で、公式さんがね、発表する前にもう気づいた人がいて、で、だったらしいみたいな感じで、マジかと思って、ちょっと学に話聞いて、みたいな感じだったんですけど、5月予選がね、出れないっていうのはちょっときついですね。きついとはいえ、ナビのメンバーならね、予選は勝ち抜いてくれるとは思うんですけど、残り1人また見つけなきゃいけないっていうところで、ここ2年ぐらいね、5人目探しっていうか、定まらないですね。ちょっといろんな理由で、もう本当にいろんな理由でメンバーがね、なかなか固定できないっていうのがやっぱ、ナビですらこうなんだから、ちょっと難しいよね。ちょっと今回のは、特殊な例ではあるんですけどもって感じですね。実力的にもね、世界大会優勝メンバーで立役者、MVP、ピーカスがね、メンバー入って、戦力的には申し分ないというところではあったんですが、
ちょっと番が入ってしまったので、そりゃ参加できないと。当然のようにこちらも全開スタートというわけになります。はい。で、ライドラッシュ。コミュニティ大会はどうなんだろうね。ワンチャンバンされてるかもでも、サブメンバーがいるはずだから、本赤がね、ゲームからバンされて使うことができないって形なんですよ。なの、ピカスがね。なので、でも今のコミュニティ大会5人だけっていうところはないと思うんで、バンされたら他の人出せばいいっていうのがコミュニティ大会。公式大会はそういかないので、って感じですかね。いやーねちょっとね、日本のメンバーからすると、全く預かり知らないところで勝手なバンっていうか、勝手なバンっていうこともあるかもしれないけど、知らんとこで知らんバンが起きて巻き込まれたみたいな、ね、悪く言うとそういう風にはなっちゃうので、先月もね、せっかく決勝まで行って負けて悔しいっていうところから、今月切り替えてってところでの、矢先でのね、こういう事件というか、そんな感じだったので、でも戦う前に、あれなのはね、あれかもね。でも、予選のもっと深いところまで行ってバンされてとかだったら、もっとメンタル面エグかったとは思うので、割と早い段階ではあったので、って感じなのかな。なんならね、ラダー中とかにラダー始まる前とかに言ってくれれば、配置とかもね、労力とかも温存できたから、全然負担は軽くなったのかもしれないけど、それでもね、予選2つ分が、なくなっちゃったってなると、しんどいはしんどいよね。タジーマもライドラッシュです。ってなると一気にまた、どこかのクランね、5人目を、今フリーで、どこにも所属してなくて強い人ってさすがにほぼいないと思うんでね、まだ発掘されてない超期待の新人みたいな人が、どっかからいるかもしれんけど、マスクとかだそういうちょっと、マスクとかリーゴとか、少し経歴があるけど今フリーというかやってない人とか、ぐらいしかね、ただ空いてる人いないんですよね。なんだけど、基本的には上を目指すなら強いクランからどこか一人を引っこ抜きっていうスカウトして持ってくるみたいなことをしないと、望む戦力は得られないのかなって感じもするんでね。人ごと目線だとちょっとそこは面白そうではあるよね。あと次の5人目誰にするんだろうみたいな、ちょっと野獣馬精神だと面白い要素ではありますよね。ちょっとフリーズ、痛いフリーズを打ってしまいましたが。どうだろうね。どの辺に声かけるんだろうっていうのもちょっと楽しみ。ちょっと僕も楽しみですね。誰が入るのか。どうもつかないな。みんなも、ね、ポジティブな方と捉えてもいいと思うんでね、それに関しては。次に向かって、次のメンバー誰になるだろうっていう。誰だと思います？誰になるかな？これは、どうなんだ？めちゃめちゃでもホグのゴリ押し、ちょっと危なかったっすね。そうだ、これジーマの攻めか。相手かと思ってた。ギリギリですが、なんとか。ホグ人形ここで行きましたね。あいつ地味に、ホグも強いな。当たり前だけどトライブとかから引っこ抜くみたいなのは、さすがに無理だと思うし。ブラジルね、ピーカスが抜けた穴は5人でやってる。フラッシュとか。既存のある程度強い外国のクランっていうのは引き抜くのはなかなか難しいところかなと思う。忍者とか、ダークスターとか、その辺ワンチャンワンチャン声かけてる。日本人もね、ある程度クランは、制されちゃってますからね。71天才ラバル、キングクイーンロイヤルチャンピオンを置いて、一気のトームをかけていく。
で、天才、エアスイ持っていくことで、この突撃艦を真ん中揃えていきますよと。いい、ワンプッシュ。アイゴレは、しかもトルネアイゴレ、神か、そのエアスイワンプッシュ。レイジも外れてるし、タウンホール残りそうっすね。ただ、ロイヤルチャンピオン上側能力解放、キング、クイーン、キングロイちゃん上、クイーンの方も、虹が動いております。タウンホールは残りましたね。ナイスアイゴレ。さあ、ここでフリーズをかけますが、バルーンがどんどん落ちていく。星1じゃね？止まりそうですね。うん。クイーン延命にいろいろユニット割いて、ターゲット入らないようにはしていきますが、タウンホールはおそらく無理でしょう。クイーンもキングもここで落ちていく。ワンチャンタウンホール落とせたとしても、投石に打たれて落ちてたっぽいようなラバルは。だってさっきタウンホールにフリーズ打ってたから、関係ないね。下側の投石に落とされたんで、バルーンは。これ多分突撃艦通っても、防衛取れたっぽいね、投石が残ってれば。さあ、クソデカ星1で、爆裂リード。3-1はこれは、ジャイアントアローですね。前も見せてましたね、3-1の。ジャイアントアロー型の天才は、ジャンプもあると。クイーンはここ真ん中打ち抜いていって、シングル IT を追っていきます。うん。で、キングクイーン合流。大砲リタイ。うん。ジャンプもあるのでね。クイーンの方は、フローズンアロー、じゃないや、インビジブル採用だったんだね。ヒーラーとかでも良かったかもしれないけど。これが高いところなんだ。さあ、ラバー、ストライカー、突撃艦、一機のトーム、ジャンプはキングで、投石マルチあたりをね、狙いたいよっていう形。タウンホールの方はフリーズかけず、もはやもう手前のキングとロイちゃんを延命するためにマルチ安いっていうところを固めていった形ですね。安いパーと一緒にタウンホールなのかマルチなのかどっちを固めるっていう選択肢。マルチ優先でヒーローを延命する形。で、しっかり裏には削りが入ってるので、ガーゴイル大量に出して。9時の方にね、ジャイアントアローも飛んできたところで施設壊れてたのかなあれは多分。大量のバルーンと回収ガーゴイルも大量に入って。カズマくんマジで安定してるよな、本当に。強いね。めっちゃ強いね、ガーサス。また最強の食い火も見たいんですけど、カズマくんね。食い火以外の戦術もどんどん連動が上がってる感じがしますね。ルートライダー以外もね、めっちゃ使いこなせてきて。なんか逆に、なんかもともと PS 高かったけど、もはや、あれみたいなのか。成長してる感あるよね。成長してる感って言ったら、よりレベルアップしてる感じする。ストライダーも食い、ね、この普通に多分食い姫やったらまた。これはオーバーグロー型1機のトーム。キングクイーンを上側入れていって、援軍ラバストライカー。ラバ採用。タウンホールの方を隠していきます。ちょっとね、衝撃だったんでね、僕もね、最初信じれなかったんですよね。イーカスがなんか、バンされたらしいみたいな。ちょっと、理解が追いつかない。知らないしさ、当たり前だけど、知るあれがないからさ、俺からすると。知れるような環境にはいないからさ、俺も。いや、クイーン、それタウンホール打ち抜いたの強。どっちにしろか、打ち抜けなくてもユニットがかなりいたな。うわ、巨爆やば。富士区画大量巨爆で最後、キングも一気にフェニックス解放で。でも、ルートライダー全然耐えとる。さあ、クラウス、これはファイヤーボールですね。ジャンプヒーラーにいろんなの
ロケバルもあるかと思えばラバまであって、ラバ突するん、これは。もはやわかんないんだよ。インビジブルとかいろいろあって、まあ、どこに撃てばいろんな施設が隠れるかっていう、飛ぶかっていうと、まあ、タウンホール付近に撃てたら一番強いよね。そうだよね。うん。タウンホールだよね。そうだよね。ドカン、わー。で、残ったタウンホールをオデヒーで落としていくっていう形か。えぐー。で、キングはキングでジャンプさせていく、このルートライダーとのね、ルートライダー編成で培ったこのキングジャンプという。で、タウンホール残ったところ、これホラーおでんで、カッサラウで、外周クイーンは黒臭いよ、ヒーラー人形。強いね。なるほど。ロケバル対空切ってからのマルチ IT にロケバル入れて、裏はロケバルからのストライカー。で、普通のラバハウンドもバルーンつけて、対空砲に向けてやっていきます。対空カット。いや、つんよ、なんだこれ。これはね、強いっすね。本来ならサムネイルになっているアタックかなとは思うんですけど、圧倒的ですね。圧倒的ですね。とんでもないクリエイティブなアタックが飛び出して。まあ、去年のね、去年じゃないわ、先月のね、世界大会予選からかなりファイヤーボールの採用も増えてね、ちょっと今月はかなり面白そうではあったんですけど、なんか環境的にはそんなに変わってはないか、サッカーコラボが来て、まあ一応サッカーボールのね、レジェンダリーのキングの能力来ましたが、なんかそこというよりはなんか、ジャイアントアローとかファイヤーボールとか、なんか一発もう初手でアドバンテージが取れる系のヒーローギアがね、ある程度評価されて、まあいろんな使い方が発見されて、で、ちょっと、いくつかのクランが使ってたドラゴン、通常ドラゴンの編成っていうのが、今月は結構使用率高くなってんなーって風には見てたんですけど、まあ、なんでね、先月よりはルートライダーの幅も広がると思うし、ルートライダー一辺倒にはならない。まあ、変わらないんだけど、使用率が高いのは。先月よりはさすがに他のユニットも触られる環境かなとは思いますね、今月は。まあ、言うてもね、先月とか確か予選ね、最終のところにトライブとかいなかったし、まあそんな感じで今月ナビいないですよと。逆に、今月日本クラン取ってほしいね、そうなると。ナビとの潰し合いみたいなのも発生しないわけなので、しかもね、シンプルな優勝候補ナビっていうのがいないっていうところで、まあ、どのクランもね、今月世界大会も出場決めちゃいてーって思ってる人が多いんじゃないかな。まあ、多いというか当たり前だよね。ナビがいない今がチャンス。全クランがもうウハウハで今月に気合を入れて参加するとは思うんですけど。ナビからするとトライブとか抜けてくれると楽なのかな。まあそういった感じでね、今月は行われますよと。なので今後ね、これより、まあ、対戦のアタックも結構溜まってはいるので、これをちょっと繰り上げて先に動画を出してるんで、対戦の順序とか変わってたりするんですけど、まあ、ある時期からね、ピーカスが対戦に参加しないような形に、参加にね、いなくなってるんでね、ある時期からきっと動画の中でもピーカスがいなくなっているので、その辺はね、こういった理由でもうバンされていませんですよということをね、理解してくれる。シューター採用ですね。まあ星1もあったというところで、シューターはやっぱ最強兵器です。時間を無視していいなら、シューターがもう一人でアドバンテージ取れる量がね、圧倒的だしね。新レベルも来てるし。まあ、大工と絡むところとかがね、なければ、もうシンプルな能力上がっただけでしかない。さあ、ロイちゃんも少し角度変えて、まあ、イーグルの方に寄せたかったか、サイドカットか、みたいな感じだとは思うんですけど、まあ、両方兼ねてるものだとは思うんで。スーパーバーバリアンからのホグ採用ですが、大工に打たれている用心のところ。こういうところも細かいところがいね。で、タウンホールの方は、まあ、一応クイーンでもね、打てるような、今後、未来はあるんですが、オーバーグローで一度固めて火力を下げて、
で、まあ、後でまた拾いに行きますということですね。で、上側の方とかも削りを、まあ、外とかどんどん削りを入れて、内側に戻していくっていう形と、スーパーバーバリアン使って、削る。ここでタウンホール現れる。ちょうどクイーンが打てる近くにはいるんですけど、まあ、呪文がフリーズしかないので、まあ、一度フリーズは打ちましたね。あと、フローズンアローではないんでね、これは。スケルトンの呪文を置いていって、まあ、タウンホールが壊れた先で、まあ、ターゲットを取ってくれるっていうところ。はい。こういった時に対地クロスのターゲットを取ってくれつつって感じです。さあ、ガントレッドキングも突っ走ってきての全開が刺す。さあ、ラストアタックですね。オーバーグロージャンプ型。まあ、相手が星1だったので、今のはパーフェクトアタック決めて、勝ち確決定。そんな中でのラストアタック。ルートライダー編成。3時の方には10日弊社と。まあ、かなり広い面でやるのが10日弊社型は増えましたね。まあ、シンプルに両サイドクイーンと10日弊社で置いて、真ん中レッツゴーっていう形もかなり増えては、まあ当たり前なんだけど、昔からやってはいるんですけども、まあ、こういういろんな角度から投げ込んでいくことで、まあ、全開速度が上がりやすいという特徴がありますね。まあ、シンプルに四隅から攻めていって、中央に集まっていくっていう形を取るので、まあ、辺で押していくよりも、もう4辺から押されてるわけだからね、内側の方に圧迫するように。まあ、そりゃタイムは速くなりますよって感じなんですけど、どうでしょうね、これは。ロイちゃんがなんか暴れてる、レイジフリーズと残ってる状況か。フリーズ一発目。クイーンもクロックを持ってる。まあ、3時側の方が10日弊社がカットすることで、こうしてちょっとね、流れたクイーンも戻ってってくれると。もはやタウンホールより、モノリスのが強いということでね、もうこっちにレイジ打って、レイジ打って、フリーズ。フォックスも生き残っているので、すんなりなんか突破されてますね。まあ、タウンホール弱いか、さては。タウンホールバフかけてもちょっとおもろいかもしれない。攻撃力の方。タウンホールの許可ワンチャンありだな。はい、というわけでね、まあ対戦自体は15対13ということでね、パーフェクトな勝利になりましたが、まあちょっと残念なお知らせが前半戦に入りましたということでね、まあ今後なんかいろいろ聞かれてももう動画にしてるしとか思うんで、まあこの人聞いてきたってことは僕の動画見てくれてないなって認定しますので、まあもしなんかそういうのを知りたがってる人とかいたら、まあ逆にね、この動画でしましたよとかを教えてね、いただけると嬉しいです。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、チャンネル登録、お願いしましょう。さよなら。